XKK120 のジャンク品を入手したので修理します。同時に K120 をこれからも飛ばし続けるための方法も考えてみたいと思います。100g 以下で飛ばせる似せる機は K120 と T-REX150 しかないですからね。どちらも生産終了なのですが、K120 の方が K110 と共通部品があるので、まだ飛ばし続けられる可能性がありますね。この K120 の状態ですが、見た目はすごく良い感じです。しかし、サーボのギアは3個とも破損しています。受信機ボードはバインドできました。モーターの作動を確認します。動きませんね。私のモーターでテストします。回りました。モーターの故障のようですね。本体のテールモーターは回らなかったので、K110 のテールモーターで作動を確認してみます。この場合、K120 は作動電圧が高いので、モーターを全開で回すのはダメです。モーターは回りました。受信機ボードに異常はないようです。機体の部品に大きなダメージはないようなので、それほどご苦労された機体ではない感じです。メインモーターが回らない原因は断線でした。後で分かったことですが、2箇所断線していました。2箇所、ハンダ付けをやり直して作動確認できました。このタイプのモーターは根元付近も断線しやすいので、シリコン接着剤などで補強することをお勧めします。サーボはギアを交換しただけで治りました。結構いろいろなギアが破損してました。このサーボは激安サーボなのですが、K120 サーボと互換性があります。なのでギアの移植が可能です。このサーボ自体はポテンショメーターの性能が良くないので、そのままつけて飛ばすことはできても安定性は望めません。それでも良ければそのままフレームに取り付け可能です。ポテンショメーター以外は使えるので、部品取り用として購入するのもありだと思いますね。K120 は他にも他社のサーボを取り付けることができるので、サーボに関しては全く心配がいりません。この機体は EMAX の ES9251 を搭載しています。このサーボは少し長いので、サーボマウントにスペーサーを入れる必要があります。今回は実験も兼ねて K110S の互換サーボを K120 に搭載してみようと思います。サーボのサイズは同じですが、サーボの耳の厚みが少し足りないです。これは何かで対応します。ただ、搭載はできますが、K110S 互換サーボは作動電圧が 4.2V までなので、ESC のベック出力が 5V ですから、互換サーボには過酷かもしれないですね。モーターのサイズは K110S も K120 も同じものです。K120 のサーボ自体、モーターの熱でサーボケースが溶けたり、モーターが焼き切れたりしてたので、5V 対応のモーターではないですね。とりあえず、実験として K110S 互換サーボを取り付けて飛ばしてみますね。まだ途中ですが、こんな感じで組み立てました。K120 のサーボは作りが雑な印象でしたが、K110S 互換サーボは作りが良いので、
見た目が綺麗になりますね。取り付けの注意点は、サーボの耳の厚みが足りないので、そのまま取り付けるとサーボが少し動きます。私は薄い両面テープでサーボをフレームに貼り付けてます。受信キーボードの下に固めの両面テープを挟み込んでます。これは防振対策のようですね。K120 はジャイロが振動に強いのでボードをネジ止めしてます。このネジ止めのせいで墜落時に当たりどころが悪いと一撃で受信キーボードが壊れます。この部分は飛ぶことが確認できたら対応したいと思います。テールモーターは純正の新品に交換しました。テールモーターも現在は 7.4V 対応のものがあるので、テールの抑えも含めてすごく良い状況にあります。おそらく純正は 3.7V のものを無理やり使っていたと思われます。全開で回すと数秒で焼き切れましたからね。スワッシュプレートは問題なし。ローターグリップのベアリングは全部交換しました。モーターは断線してましたが一応回ります。あとはパワーが出ればいいですね。メインギアは綺麗なものでした。組み上がりました。サーボの作りが綺麗なので K120 が見違えるほど綺麗に見えます。早速ホバリングしてみたのですが、残念ながら受信キーボードが故障してます。ラダーのハンチングが止まりませんでした。こんな感じでお尻をフリフリしてました。この故障は私も経験済みなので、ジャイロ IC をリワークしました。家の中でテストする場合、テールブレードは K110 のものが合います。6軸モードで飛ばしてますが、安定性がいいですね。互換サーボらしくない安定感です。サーボの作動電圧が高いので、モーターの起動トルクアップで、サーボのニュートラル性が少し良くなっているのかもしれないです。ラダーのハンチングもぴったり収まりました。全然ダメです。パワーが全くありません。家の中でも感じたのですが、ESC も故障しているようです。一応モーターも交換してみましたが、パワーが出ませんでした。商品説明に基盤不良と書いてあったのですが、その通りでしたね。パワーはさておき、操縦性は良いです。K110S に使える互換サーボがいい動きをしてます。K120 純正サーボは動きが雑だったのですが、このサーボはリニアでいいです。電圧による不都合も今のところないですね。初めて所有した機体が K120 だったので、K120 は散々飛ばしてますから違いがよくわかります。K120 の受信キーボードはもう入手できないと思いますので、今後の対応としては ESC の FET をすべて交換するか、ESC を交換する必要がありますね。ここからは K120 を飛ばし続けるために必要な工夫や改造、代替えパーツを紹介します。まずはメインギアです。K120 のギアは入手できないと思います。一番近い構造のギアはスケールヘリのギアになります。ギアがネジ止めできるタイプはこれだけですからね。K120 のメインシャフトも入手できないと思います。これもスケールヘリのものが代用できそうです。K124 のシャフトですが、少しだけ長いです。これを K120 に使う場合はリンケージを少し伸ばす必要があります。ギアとベアリングの間にスペーサーを入れれば
シャフトの長さもほとんど変わらず組み込めるようです。ギアとシャフトは部品に困ることはなさそうです。メインブレードも入手困難な部品です。K120 のブレードよりもキーレックス150のブレードの方が入手できるかもしれませんので、それを少し加工して代用するか、K123 のブレードを使う手もあります。最近販売されている K150 のブレードも K123 と同じタイプです。メタルローターヘッドやメタルスワッシュプレートは K110 のオプションが使えるので全く困りません。スキットはまだ国内で探せば買えるようです。折れても私のスキット修理動画を見れば直せます。テール関係の部品は今でも入手可能です。テールパイプは外径 5mm、内径 4mm のカーボンロッドを買えば簡単に作れます。テールモーターマウントも入手可能です。テールモーターは純正にこだわる必要はありません。テールブレードも入手可能です。似たようなブレードも探せばあります。サーボプレートも国内で入手可能です。私はサーボプレートを壊したことはありません。フレームも国内で入手可能です。しかし値段が高いところが多いです。フレームはまず壊れませんので、処分品として安くなったら必要に応じて買うと良いでしょう。受信機ボードは入手困難です。今使っている受信機ボードを壊さず使うしかありません。フリマなどで出品されても正常に動かない可能性もあります。受信機ボードを長持ちさせるためには墜落時のダメージを少なくする必要があります。このように受信機と ESC の一体型から分離型に改造すると、受信機ボードを柔らかいスポンジ両面テープで固定することができるので、耐衝撃性が飛躍的に上がります。改造はすごく簡単です。ボードと ESC を接続しているピンヘッダーをカット、またはハンダで外してシリコンコードをハンダ付けするだけです。間にコネクターを入れるかはお好みでという感じです。この改造は良いことずくめです。ラダーは安定しますし、気軽に6軸モードで飛ばせます。もしテール部分の部品が入手できなくなっても K110 のテールパイプを使うこともできます。フレームに取り付ける部分のアダプターを作れば使えますよ。モーターもこんな感じで取り付け可能です。テールモーターマウントをカットしてモーターをはめ込み、結束バンドで固定してます。キャノピーも探せば国内で入手可能です。しかし K110 と基本的に同じものなので、ボディマウントの穴の位置を変えれば取り付けできます。後日撮影なのでいろいろ改造されてますが、受信機ボードと ESC を分離しました。ESC は手持ちの K120 用の ESC と交換しました。ホバリングの安定、ラダーの抑え、メインモーターのパワーなど多くの部分で改善しています。モーターですが、まだ生産国で K120 のモーターを購入することができます。日本でもフリマなどをチェックすれば入手できそうですね。キーレックス150のモーターもアリエクで入手可能です。モーターマウントに互換性があります。最後はバッテリーですね。最近までこのタイプがアリエクで購入できましたが、今は検索できません。キーレックス150のバッテリーも使えますが、これも入手困難です。このようなタイプのバッテリーならすぐに入手できるので、これを使うのも良いと思います。接続はバランスコネクタにこだわる必要はありません。スキットのバッテリーホルダーに入れば使えます。コネクタは好みのものを ESC にハンダ付けして接続すれば大丈夫です。K130 のバッテリーも搭載できます。この場合、ギアにバッテリーが接触しそうなので少し工夫が必要です。K110 用のバッテリーも2段重ねで搭載可能です。この場合もギアにバッテリーが触れそうなので工夫が必要です。
変換コネクタを作り ESC に接続すれば使えます。ただしコネクタが増えるので電気抵抗が大きくなりパワーは出なくなります。 ESC に別のコネクタをつければバランスコネクタは必要なくなるので外して軽量化もできますね。バランスコネクタは抵抗値の変化が大きいので良いコネクタを使えばパワーとトルクアップが見込めます。ということで K120 を飛ばし続けるための参考動画でした。一番大事なことは墜落させないことです。おほほほ。覚悟を決めましょう。